私は、故人、大塚和弘の兄、高弘でございます。本日はお忙しいところを、和弘の葬儀にご回想くださいまして、誠にありがとうございます。悲しみを必死にこらえ、喪主の挨拶を行う。病院に駆けつけた時には、すでに和弘は息絶えていた。見通しの良い交差点での信号無視による人身事故だった。スマホで LINE を打ちながら運転していたらしく、赤信号に気づかなかったという。加害者から謝罪を受けたが、許せるはずなどなく、あまり感情をあらわにしない性格にもかかわらず、湧き上がる怒りを抑えられずに、激高してしまった。和弘には忘れがたみがいた。2歳になったばかりの愛娘、鈴だ。俺たち兄弟は幼くして両親を事故で亡くし、祖父母に育てられた。家族に憧れていた和弘は、若くして結婚したが、なかなか子供に恵まれず、不妊治療を経て、結婚10年目でようやく奥さんのめぐみさんが妊娠。それを聞いた俺も歓喜して祝福した。だが、めぐみさんは出産中に羊水が母体の血液に流入してしまう羊水塞栓症を起こし、助産院から総合病院へ搬送されたが、間に合わず息を引き取った。それを知り、もしうちの病院で出産していたらすぐに対応できたかもしれないのに、と俺は深い後悔に襲われた。和弘は生まれたばかりの鈴を抱え、シングルファザーとして懸命に子育てをしてきた。鈴はめぐみが命を懸けて守った大切な俺たちの娘だ。俺がめぐみの分まで愛情を込めて育ててやるんだ。和弘の言葉を聞き、甘えたで、泣き虫だった弟の成長に、瞳の奥が熱くなった。葬儀が終わり、会食での場。話題は鈴を誰が引き取るかに焦点が集まった。すでに祖父母は他界しているし、生きていたとしても、老齢の彼らに任せることはできない。めぐみさんには両親がいるので、孫を引き取ってくれないかと期待したが、肉体的にも精神的にも金銭的にも、こんな小さい子供を育てるなんて無理だ。鈴を引き取ることを拒否したばかりでなく、独り身のお前が育てろ。めぐみさんの父親が俺を指さす。以前、めぐみさんから両親とは不仲だとなんとなく聞いていた。彼の態度を見て、すぐにその訳に納得した。仕事が忙しくて、なかなか会うことはできなかったものの、鈴は俺にとって可愛い姪だ。こんな愛情のかけらもない祖父母に引き取られるくらいなら、俺が引き取った方が鈴だって幸せになれるんじゃないか。そんな気持ちはあるものの、不安の方が大きかった。独身で子育ての経験がないということもあるが、俺は市民病院で薬剤師として勤務しており、夜勤や土日出勤があるため、子育てには向かない環境なのだ。しかも、がん治療の緩和ケアチームの一員でもあるため、カンファレンスや勉強会などがあり、家に帰ってから勉強することもある。誰もサポートしてくれる人がいない中、一人で鈴を育てる自信がない。俺にはとても鈴を育てることはできません。そう言おうとした矢先、俺の膝に乗っていた鈴がぎゅっと俺にしがみついてきた。こんな小さな子供のどこにそんな力が、と驚くほどの強さだ。しがみつきながら小さな頭を俺の胸にぎゅうぎゅうと押し付けてくる。まるで捨てないでと言っているかのような鈴の態度に胸がきつく絞られた。俺は意を決し顔を上げた。鈴は俺が育てます。こんな事態になるとは、警察から連絡が来るまでは予想すらしていなかった。
あの日、俺は朝礼で申し送りを終え、調剤部へ。調剤者が揃えた薬の数や内容が正しいかチェック。時には患者さんのカルテを見て、処方薬が適切かどうか、検査値の確認を行うこともある。薬剤師というと、医師から処方された薬を調合して出すのが役目だと思っている人が多いと思うが、それだけではない。自己注射しなければならない患者さんには、自分で注射を打つやり方や注意事項を指導し、入院した患者さんには、現在の体調やアレルギー、サプリメントについて確認する。また、抗がん剤を投与する患者さんには、投与スケジュールや副作用についての説明も行う。この日はカンファレンスが入っていた。病院薬剤師は患者さんの薬について医師や看護師から相談を受けることもある。俺の働く市民病院は県に認定されたがん診療病院となっており、俺はがん治療の支援や痛みを和らげる緩和ケアチームの一員となっている。がん治療に欠かせない抗がん剤による化学療法では、薬剤師が重要な役割を担っている。医師と看護師と薬剤師がチームとなって取り組むことで、患者さんにとって最善の緩和ケアを提供するのが目的だ。カンファレンスが終わり、遅めの昼食をとるために食堂へと向かう。お疲れ様。ご飯を食べようとすると、隣に早川先生が座った。彼女は、うちの病院で働く女医で、緩和ケアチームの一員でもある。美人で頭の回転が速く、サバサバした性格でありながら、誰よりも患者の気持ちに寄り添う彼女を尊敬しているし、憧れてもいる。お疲れ様です。今日のアメリカでの最新がん治療についての話、とても興味深かったです。うちの病院に取り入れられるかどうかは別として、早川先生が苦笑する。理想はあっても、現実は金銭的な問題もあって難しいわよね。早川先生はアメリカの病院で研修を受けていたこともあるため、日本の医療制度に対していろいろと思うことがあるだろう。彼女は研修中に妊娠していることが分かって日本に帰国して出産し、未婚の母となった。早川先生にとっては不本意だったかもしれない。だが、うちの病院にとっては彼女のような優秀な医師がいてくれるととても心強い。ブブ、ブブブ、とスマホがテーブルの上で震える。昔は医療機器に誤作動などの影響を与える可能性があるとの理由から、院内での携帯電話は禁止だったが、携帯電話の改良や医療機器の機能向上などにより、使用場所とマナーを守って使用できるようになった。もちろん仕事中は使用しないが、昼休みには手元に置いている。失礼します。早川先生に断り、表示された知らない番号を不審に思いながら、恐る恐る電話に出る。こちら、大塚隆弘さんの携帯電話で間違いないでしょうか？聞き覚えのない男性の声に緊張が走る。そうですが。こちら、警察の者ですが、ご家族の大塚和弘さんが事故に遭われまして、今から言う病院に来ていただけますか？薬剤部には、自分が伝えておくからと早川先生に言われて席を立ち、ロビーへ向かう途中にあった薬剤部部長に事情を話し、タクシーに飛び乗った。まだ現実かどうかもわからず混乱しながらも、きっと和弘は大丈夫だ、軽傷のはずだと言い聞かせていた。葬儀から日が経ち、和弘がいなくなったのだという現実を受け入れてきている。それは、鈴の存在が大きかった。鈴待ってろ。今ご飯作ってるからな。泣き叫ぶ鈴をおんぶして揺らしながらキッチンに立つ。泣くのをやめたと思ったら、鈴の体がこわばって緊張する。その直後、やばい、臭い、おむつ交換しないと。
休むことなく鈴の育児に追われて、悲しむ暇もない。今までは部屋が汚かろうと洗濯物が溜まっていようと、毎日の食事がコンビニ弁当であろうと気にかけない気ままな独身生活だった。だが、鈴は足元がおぼつかないし、ちょっと目を離すとコンセントに触ろうとするし、何でも口に入れようとするし、おむつを替えないといけないし、2歳児にコンビニ弁当を食わせるわけにいかない。和弘が亡くなってストレスを感じているのか、夜中に何度も起き、俺が少しでも離れようものなら大泣きだ。トイレすら泣きながらドアをどんどん叩かれるので、最近では扉を開けた状態で用を足すようになった。2歳の言語発達についてよく知らないが、鈴は少ない単語でしか喋らず、意思疎通がままならない。床でバタバタ大暴れしながら真っ赤になって泣きわめく鈴を見ていると、どうしていいかわからず俺まで泣きたくなる。事情を説明して、忌引き休暇として10日間もらえたからよかったものの、こんな状態で本当に鈴を育てられるのだろうかと不安は大きくなるばかりだ。一番の問題は保育園探し。近所の保育園を片っ端から当たってみたが、どこもいっぱい。それ以前に夜勤に対応してくれる保育園がない。施設の24時間対応の託児所も空きがなかった。それならばとベビーシッターを探してみたが、夜勤に対応してもらうと金額が跳ね上がり、とてもじゃないが払えない。夜勤は交代制となっており、子供がいる薬剤師だっている。自分だけ特別扱いというわけにはいかない。職場復帰する日が迫っているのにどうしたらいいんだよ。その時インターホンが鳴った。宅配便だろうかと考えながら扉を開けると、そこには予想外の人物が立っていた。早川先生だ。彼女の隣には女の子が立っている。会ったのは初めてだが、以前に一度だけ娘だとスマホで写真を見せてもらったことがある。いきなりごめんなさい。弟さんの葬儀に参列できなかったから、せめてお線香だけでもあげさせてもらおうと思って。律儀な彼女らしい。二人を家にあげた途端、娘さんが歓声を上げる。うわ、かわいい。ゆり、赤ちゃん大好き。鈴は目をまん丸くして、興味深そうにじっとゆりちゃんを見つめている。ゆり、最初に手を洗ってから赤ちゃんと遊ばせてもらいなさい。優しくできる？できるもん。早川先生の話では、ゆりちゃんは3歳だと言っていたが、たった1年でこんなにも成長するものなのかと、心の底から感心した。いや、きっとゆりちゃんの成長が早いのだろう。それとも俺んとこの鈴が遅いのか？ゆりちゃんは壊れ物を扱うように鈴に触れ、いろんなおもちゃを見せては解説してくれる。鈴がゆりちゃんに夢中だったため、俺は早川先生に線香をあげてもらった後に、ゆっくり話をすることができた。かなり疲れてるみたいだけど、ちゃんと寝れてる？まともに寝れてないですし、鈴を引き取ってから自分の時間を1秒ですら持てません。世の中の母親はみんなそうだ。何を甘えたことを言っている。そう言われたらそうなのかもしれないが、突然父親になった俺にとってはかなりのストレスだった。私ね、一流大学に入学して医師免許を取得して、大学病院に勤務してアメリカの病院で研修して、順風満帆な人生を歩んで、挫折を経験したことがなかったの。ゆりが生まれてからよ、こんなに物事が自分の思い通りにいかないって思ったのは。育児って本当に大変よね。優秀で完璧だと思っていた早川先生からそんな言葉を聞き、それまでピンと張り詰めていた糸がプツンと切れた。俺はたまりにたまったストレスを
早川先生に吐き出した。というわけなんです。もうすぐ職場に復帰しなきゃならないのに、預け先も見つからなくて、本当にどうしたらいいのか途方に暮れてます。こんな情けない姿を早川先生にさらしたのは初めてだ。すると、早川先生が俺の手に優しく自分の手を重ねた。思わずバクンと心臓が跳ねる。私の利用している院内保育所でよければ入れてみる？紹介するわよ。その院内保育所は3年前に新設されたということだ。独身で子供がいない俺は関心がなかったから、そんなことも知らなかった。もしかしたらどこかで聞いたことがあったかもしれないが、関係ないからとスルーしていたんだと思う。実は早川先生がうちの病院で働くことにしたのは、院内保育所があり、内容が充実していると感じたからだという。ぜひお願いします。俺は頭を下げた。職場復帰と同時に俺は鈴を院内保育所に預け始めた。同僚の薬剤師たちの中には子供がいる人もいて、俺が姪を引き取ったことを知って、たくさんの温かい声をかけてもらえただけでなく、育児に関するアドバイスや行政からの援助金などについても教えてもらった。今までは仕事上の仲間として接していただけだったので、彼らの子供や家庭での話を聞いて親近感が湧き、ぐんと距離が近くなったように思う。院内保育所に預けてよかったと思うことはたくさんある。24時間保育をしているので、夜勤の時でも心配ない。病院が経営するのではなく、専門の業者に外部委託していることから、経験とスキルを備えた優秀な保育士が見てくれるので安心だ。院内にあるので、子供に何かあった時にすぐに駆けつけられる。また、昼休みや休憩の時に子供の顔を見に行くことができるのも嬉しい。急に仕事が延長になった時でも連絡するとすぐに対応してもらえる。それだけでなく、保育所内には安静室が設けられていて、看護師が配置されているため、風邪などの体調不良の子供でも預かってくれるのはとてもありがたい。栄養を考えた給食やおやつが用意されるので、お弁当を準備する必要がない。特に驚いたのは鈴の成長だ。保育所に通い始めてから驚くほどに語彙が増え、以前よりコミュニケーションがスムーズにできるようになった。それはいつも保育所で話しかけてくれるゆりちゃんのおかげだ。保育士さんから姉妹みたいだと言われるほどゆりちゃんはお姉さんのように鈴の面倒を見てくれて、鈴はそんなゆりちゃんが大好きで笑顔を見せるようになった。ゆりちゃんはおむつを卒業してお姉さんパンツを履いているらしく、それに刺激されて鈴も現在おむつトレーニングを頑張っている。そんなことから俺は早川先生と仕事の話だけでなく、互いの子供の話もよくするように。私、明日休みだから鈴ちゃん預かるわよ。いや、せっかくの休みなのに悪いですから。そう断ると、一人でゆりちゃんの面倒を見るよりも、鈴ちゃんがいてくれた方が楽なのだと説得されて、申し訳ないと思いつつお願いすることにした。翌日の晩、早川先生が鈴を連れて俺を訪ねてきた。どうだった？久々のこの感じ、最高です。帰宅後、コンビニ弁当を食べながらネット動画を見て、それが終わるとカンファレンスに向けての勉強をした。たった数時間のお一人様時間でも、俺にとってはこの上なくありがたく幸せなものだった。次は俺の休みにゆりちゃんを預かりますよ。ありがとう。早川先生がにっこりと笑顔を見せてから、俺を伺うように見つめる。実はね、ゆりが今度すずちゃんと動物園に行きたいって言ってるの。だから今度休みを合わせて一緒に行けないかと思って。
俺は食い気味に行きましょうと答えた。ゆりちゃんがすずの手を持ち上げ、やったーと喜ぶと、すずもキャッキャとはしゃいでいる。本当に姉妹みたいだな。俺が言うと、早川先生が俺の目を見て答える。本当の姉妹になれたらいいのにね。それって、次の休みが今から待ち遠しい。